おはようございます。俊也です。今日の FD レストアは皆さんお待ちかね、ついにこの車の外装を塗装していきます。今までの動画でエンジンルーム、そして車内、あとドアの裏側と順番に塗装をやってきて、もうすでにかっこいい感じがだいぶ出てるんですけど、手間暇かけて下地処理もきっちりと作業をやってきたから、きっと綺麗な車に仕上がるはず。このマツダの 46V キャンディーレッドが FD に似合うのかどうか、今日の動画で完成形がわかるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作業スタートです。とりあえずもう一回下地処理からやっていきます。裏側塗った時のこの塗装のミストとかがついてたりするんで、800番のペーパーでもう一回足付けからやり直し。この辺の角っことか塗料がついてるとさ、ここがまた縮れてきたりとか、そもそもペーパーで足入ってないから密着不良を起こしたりとか、いろいろとね不具合につながる可能性があるので、しっかりと塗装ミストは落としておく。でついでにこの辺もなんとなくサラサラっとこれでいい感じかな。いいね。ミストもなくてツルッツルな感じになりました。ここちょっと段差がきつくなりそうだから、当て板使ってちゃんと平らにしておきます。できるだけこっちの塗る側には塗装を残しておきたくないから。かといって手でサラサラと研いだだけだと、ここの段差がね残るんですよね。このぐらい落としてやれば大丈夫かな。車全面研ぎ終わりました。だいぶねツルッツルになりました。もともと600番で研いであったんですよね。それをさらに800番の目で細かくしたからツルッツル。そしてついでにダッシュもある程度終わらせておきました。塗装をここの角の部分エッジで切るので、ここちゃんとダッシュして、今指で触っちゃったからもう一回後でここ拭いておくけど、ダッシュをやっておいたので、これからマスキングをやっていきます。まずは中の方から貼っていきましょう。バックドア、見切るのはここのシーラーの部分、ここにこういう感じで紙を貼っていきます。そしてフェンダー側はこの角っこで切るように。でここの角っこの見切りの部分、ここはぼかしテープ使っていきます。いつもはねバックテープでやるんですけど、今回3コートで塗料の馴染みを良くしたいので、ちゃんとぼかしテープを使ってやっていきます。ぼかしテープこんな感じですね。ここの角の部分がこうビロビロビロってめくれ上がるような感じ。そうするとここが塗った時にこう塗装がねピチッと切れないから、うまい感じに馴染んでくれる。これわかるかな。これもともとねこの中にね芯が入ってるんですよね。でこれ自体に厚みがあるから、普通のバックテープよりもねこのぼかし際が馴染みが良くなるというか、そういうやつですね。このぼかしテープでずーっとこの縁をずーっとたどってって、ずーっとこのルーフの際、バックドアとの境目もずーっとこのバックテープでこんな感じになってます。中の方から見るとこんな感じですね。これがバックドアで、こっちはボディ側です。この境目も
塗装が乗っからないようにちゃんとマスキングやってあります。この状態でバックドアを閉めると、大丈夫かな。大丈夫そうだね。そうするとこんな感じですね。この隙間からもし中の方に塗装のミストが入っていったとしても中に紙貼ってあるから塗料がくっついたりしないし、このぼかしテープもバックドアがちょっと押さえてくれてるから、こうなんだろう、ビラビラしすぎないというか程よい感じになっています。マスキングのやり方は基本的にはこんな感じで見切っていくんで、同じようにドア、そしてボンネットと中の方を貼っていきます。でそれ以外のホイールアーチとか、あとガラスがつく部分とかは普通にいつも通りのマスキングになるんで、そんな感じで車1台まるっとマスキングをやっていきたいと思います。マスキング終わりました。やっぱ車1台全部紙を貼るとなるとそこそこ時間かかりますね。ホイールアーチのところとか、あとサイドシルも、この下になってる部分は塗ったエアーの力でこう紙がベロベロしないように床にねテープで固定してあります。これでエアー吹いても、紙がめくれ上がってこないから、サイドシルにこう紙がペタッとくっつくことがなくなると思います。たまにねやるんですよね。こうエアーの圧力でフーってやるとこの辺が不圧になって紙がシュッてこうペタッてくっつくことがあるから、こんな感じになってます。エンドパネルはこうですね。トランクとの隙間からも塗料が入らないようになってるし、こういう感じでテールランプのところとかはこの辺で色を見切りたいと思います。とりあえずこれでマスキングは OK なんで、一回脱脂して、でボディシーラー入れていきます。ボディシーラー入れていきます。そして純正だとこのフェンダーのダクトのつく部分、こっからこう横に一直線でビーッとチッピング塗装、これが塗られてるんですけど、今回この FD はチッピング入れずにツルッツルで仕上げたいと思います。綺麗に面も出したしね、こういう時じゃないとピカピカにできないから。で、飛び石とかでこの辺ちょっと傷がついちゃうかもしれないんですけど、サイドステップとか、後でつける予定なので、今回この FD はチッピング塗装なし、もうツルッツル仕上げのピカピカボディにしていきたいと思います。一応買ってはあったんですけどね、今回使わないことになりました。それじゃあ塗料を作っていきます。今まで動画にしてこなかったんですけど、気になってる人がいるみたいなんで、なんとなく配合だけ。とりあえず取材ベースカラーに対してシンナーが 100% 希釈です。一応メーカーの基準値としては 80% から 100% ぐらいの希釈率になってます。で僕は割とシャバシャバな方が好きなので 100% で希釈してます。結構ねゆるい感じです。水っぽいというかこんな感じです。
でさらにこの主材に対して硬化剤、3コートなんで硬化剤入れないと相関剥離とかの危険性があるので、ベースカラーに硬化剤入れていきます。これもメーカーの指定通りです。このキャンディーの赤以外にも、ホワイトパールとかマジョーラの3コートとか、基本的に3コートで塗装するやつは、ベースカラーに硬化剤入れるように指示されてるんで。ちなみに今回は下色を塗らずにベースカラーのみで色を染め上げます。バックテープとかで色の見切ってるライン、あそこに下色が入ってなんか色のボケ方が変になったら嫌だから、今回は下色なしで、ベースカラーのみ、代わりにベースカラー5回塗りできっちりと色を決めます。一応テストピースでやった時4回で色決まってるっぽかったけど、塗り方でね色が透けてくることがあるので、念には念をで5回塗りで今回はいきます。よし、これで OK。さあ、お待たせいたしました。塗装の時間でございます。今日ようやくこの FD のボディに赤い色が入る。果たしてこの色が FD に似合うのか似合わないのか、かっこよくなるのかならないのか、今日の動画で全てが分かります。ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。あと今回いつもカットしてたちょっとした塗装のテクニック的なのも映像で入れようと思ってるんで、最後まで楽しんでいただけると思います。それでは皆さんご一緒に塗装タイムいってみよう。タッククロスでホコリ取っていきます。塗装してるとエアーの不圧でこのパネルの隙間からゴミが吸い出されてくることがあるんで、こうやってエアーで不圧を作ってこの中のゴミを先に出すようにしておきます。ただあんまりやると、塗装ブースだったら全然いいんですけど、あんまりこのガレージみたいなところでやるとこう乗っかってるホコリとかが全部舞い上がって逆にゴミがつく可能性もあるから、一長一短なんですけど、塗装ブースだったらそれでバッチリです。あんまりこの環境でエアーブ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 ーやるのもあんま良くないっちゃ良くないんですけど、仕方ないよね、環境がこれだから。一応タッククロスで拭くときはいつもエアー飛ばしながらゴミをね吸い出すように作業をやります。とりあえず1回塗るとこんな感じですね。まだ1回目だから塗装もムラムラしましま状態。色が入ってないところとかもあるからね。これをあと4回繰り返して色ムラのない綺麗な塗装面を作っていきます。今日割とあったかいからシンナーの乾きも良くて、1回塗ったらそのまま続けて2回目塗れるぐらいね、塗装がすぐ乾いてくれます。あとはひたすら塗り重ねていくだけなんですけど、カメラも移動してホースの取り回しも気にしてゴミがつかないように注意しながら塗っていくっていうのものすごく神経使うんで、すいません、カメラは定点で
早送り映像で一気に終わらせてしまいたいと思います。ゴミがついちゃったんでゴミ弾きます。糸くずが、これペーパーはね1400番です。これでさっとゴミの頭を落として、でタッククロスで削った粉を落として、もう一回色を塗り重ねます。ベースカラー塗り終わりました。ゴミも全部ちゃんと弾いてきれいにしたし、色ムラも出ないように丁寧に重ねていったから、ムラもなくきれいな塗りになっております。でいつもだったらこの後カラークリア行きますって言っちゃうんですけど、本当だったらいつもやってる作業があります。変わり映えしないからね、動画としてカットしてるんですけど、この残ってる色ベースカラーを 500% のシンナーで希釈して、ムラ取りじゃないんだよな、メタリックのギラギラっていうんですか、それをね整える作業がこの色にはあります。そう、やらなきゃいけないんですよ。この色もともと残ってた色にシンナー 500% を足して、シャバシャバ状態、もうほぼシンナーで、普通のメタリック、ガンメタとかシルバーとか普通の色はそういう工程ないんですけど、このマツダの 46V っていうのはちょっと特殊な色で、このシンナーシャバシャバにしたやつで塗らなきゃいけないっていうのが本当はあります。ただいつもねこれ動画変わり映えしないからカットしてたんですよね。だから一応、今回ボディの塗装なんでちゃんとした工程をお見せできればなと思いまして、これからこのシンナーたっぷりのやつで塗装していきます。今の塗り肌はこんな感じです。別にムラになってるわけじゃないです。ぜひ後で見比べできるように今この感じを覚えておいてください。塗装するとこんな感じになりますね。全然変わり映えしないでしょ。ちょっと気持ち赤みが濃くなったかなぐらいです。メタリックの並びも確かに綺麗に並んだかなっていう、こんな感じです。肉眼で見るとねそこそこ違うんですけど、カメラだとね本当に変わらないから、いつもこの映像はカットしてました。続いてカラークリアキャンディーレッドですね。これ塗装していきます。希釈率は 120% ですね。シンナー 120%。これを4回塗装していきます。カラークリア塗装終了。で
りあえず今んとこゴミは平気そう。綺麗に塗れてると思います。塗りムラもないし大丈夫じゃないかな。反対側はこんな感じになっております。で、塗ってから15分ぐらい乾かして試食乾燥終わってるんで、ラスト3対1のウレタンクリアを塗装していきたいと思います。塗装2日後。派手だな鮮やかだけど派手だな。塗り上がりはこんな感じですね。結構ツヤツヤに仕上げたつもりだったんだけど、やっぱり塗装の膜圧が多いからシンナーが揮発してこう痩せるというか、吸われるというか、ツヤが引けちゃいますね。まあでも磨けば元に戻るレベルの痩せ具合なので、そこまで心配はいらないかな。塗った時はね、もうちょっとツヤっとして景色とかの映り込みも良かったんですけどね。やっぱ見る角度によって色味変わるね。すごい変わるね。光が当たってる方はすごく鮮やかだけど、陰ってる方は黒くすごい陰影のある色になるね。同じカメラで写しててもこんだけ見え方が違うもんね。ゴミの付着はね、まあ可もなく不可もなくっていう感じかな。綺麗には塗れてるけど、ゴミはやっぱそこそこついてはいます。パネル1枚に10個かそのぐらいの塗り上がりです。ただパネルの歪みとかはいい感じにできたかな。ここのワイパーの穴ね、溶接したところとか歪みなく綺麗にできたんじゃないかな。ボンネットなんですけど、虫がついてました。これクリア塗った後に乗っかったやつですね。乾く前に虫がペタってくっついて、ちょっとペチペチペチって歩いたような感じ。これはもう仕方ない。塗ってる最中にはついてなかったから気づいてなかったんですけど、乾いた後チェックしたらはーってなっちゃった。ただ表面に乗っかってるだけだから、ピッて弾いて、でクリアとかでちょっと刺して手直しはできると思います。ほんとこの季節虫がつらいよね。冬は冬で塗料が乾かないし、春から秋にかけては虫が活発的に活動を始めるし、やっぱり塗装するにはちゃんとしたブースでやらなきゃ厳しいよね。ガレージで塗装するのはこのぐらいの仕上がりが限界だよね。それじゃあマスキング剥がして車外出してみます。外に出すとね、また見え方変わるんですよ、この色。ぼかしテープはどうなったでしょうか。じゃん、こんな感じ。ここの際でぼかしてます。ちょっとカサカサした感じあるけど、コンパウンドでさっと磨いてあげれば綺麗に収まりそうですね。
わーすげえ色。ワインレッドまでいかないけど鮮やかな赤みたいな、ブラッディレッドというか表現が難しい色だね。前にねテレビでも見たんですけど、テレビとパソコンとスマホでも見え方違う。見る端末によってね、色の補正が入ってるのかな、なんかよくわかんないけど端末によって色味が全然違って見えました。パソコンで見てるときはね、割とカメラの画質に近いかなーって思ってたけど、テレビで見たらね、なんかオレンジっぽく見えてたんですよね。ただ実際肉眼で見るともう真っ赤です。真っ赤。どちらかというとワインレッドの方が近いかな。めっちゃ綺麗やばいねこの色。なんかちょっとホコリがついちゃってるけど、近くで見るとこうですね。メタリックの反射がやば。ボンネットのツヤ加減はこんな感じですね。ちょっと引けてはいるんだけど、まだ映り込みもそこまで悪くない。ちゃんと反射してるね。磨いてあげればツヤツヤなボディになると思います。で、パネルの歪みもね、問題なさそうかな。こうやってこう透かして映り込む景色を見たときに、へこんでたりとか歪んでたりすると景色がうねうねうねっとなるんですけど、それもなくてビシッとラインが通るからね、ちゃんと面出しもうまくできたんではないでしょうか。ちなみにこっちが反対側。景色が歪まずにちゃんと映り込むから綺麗に塗れたんじゃないかな。リアフェンダーとかね、補修が入ってて一時はどうなることかと思ったけど、ちゃんと形になりましたね。屋根もいい感じにラウンドした形状になってるし、色が入るとやっぱ見え方違うね。サフェーサーだとのっぺりして真っ平らな屋根に見えてたけど、光の反射があるとほらラウンドしてるのがよくわかる。スープラとかだとここが結構はっきりとしたねラウンドした形になってるけど、 FD そこまではっきりとした形じゃないんですよね。うっすらとした屋根のへこみ具合、歪み具合、そんな感じです。今回サイドシルとドアにアンダーコートは入れなかったんですけど、正解だったかもしれないね。面が綺麗に出てるから景色の映り込みもめっちゃくちゃ綺麗。アンダーコート入ってるとこの景色の映り込みなくなるんで、またイメージが変わってくるんですよね。今回はこれ正解だったかな。こういうタイミングじゃないとできないからね。そしてドアを開けた内側も綺麗に色、そしてクリアを塗ってあるので、こっちのドアの方も色を塗ってあるので、純正以上の出来上がりだねなんか自分で言うのもあれだけど、純正だとね、この裏側クリアが入ってないこと多いんですよね。入っててもほんと薄くミストが乗っかったぐらいだったりするんで。でも今回はツヤツヤ仕上げです。こういう感じになってると汚れもつきにくくなるし、ワックスとかかけた時もね、綺麗になるんで、洗車とかもすごく楽になるし、今回は純正以上の仕上がりと言っていいんではないでしょうか。えぐいな、我が家のラインナップ。スーパーセブンに RX7、そしてジムニーのインプレッサー。外に並べてみるとおもろい
おもろいけどめっちゃこのセブン目立つな。やっとボディに色が入った。長かった。去年の7月からだから8、9、10、11、12、1、2、3、4、9ヶ月かかってようやくボディの塗装が終わりました。あと残るはバンパーつければ車のイメージなんとなくわかると思うんで、次回の動画でバンパー塗装して車に組んで完成させたいと思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。